はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。今回は Steam で2025年4月下旬リリース予定の面白そうな作品を紹介していきます。さあ、大阪では先日万博が開催されましたが皆さんご存知でしょうか。私も大阪に住んでいますが全く興味がわからない感じで、奥さんは行く気満々なんで一度は行くと思います。そして Steam ではついに4月の大注目作、美麗なリアルタイムアクションターン制 RPG クレイルオブスキュールエクスペディション33が登場予定。これは楽しみですね。あと Steam のイベントでは22日から倉庫版フェス、29日からウォーゲームフェスが開催予定となっているので気になる方はチェックしてみてください。この動画が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは日本語対応の作品から見ていきましょう。まずはじめにロスト・フォー・ソード。小さなフロアを舞台に敵と戦い塔を登るローグライクデッキ構築。本作は 5×5 のマス目で構成された小さなフィールドを舞台に、プレイヤーはカードを使いモンスターと戦いながら塔を登っていくデッキ構築ローグライクです。フィールドにはあらかじめデッキに組み込まれた武器や防具、呪文といったスキルカードがランダムに配置され、プレイヤーはこれらを拾いながら戦術を練ってフロアを攻略していくことになります。各カードには攻撃力や防御力、残りの使用回数といった数値が設定されており、大半のカードは一度きりの使い捨てとなるため、リソース管理の判断が極めて重要となり、さらにはカードの使用順や取得順によって戦局が大きく左右されていくこともあり、一手のミスが死につながるという緊張感のあるゲームプレイが楽しめます。ちなみに一手だけ前の行動に戻ることもできます。戦闘はターン制で進行し、敵はプレイヤーがアクションを起こすまで静止しているため、じっくりと一手一手考えることができ、カードを使って敵に攻撃を仕掛けたり、新たなカードを拾ったりするたびに、敵が反撃に転じたり移動を始めたりするため、どの順番で行動を起こすのかを考えるパズルというか戦略というか、結構考えながらプレイする方には刺さるかと思います。ゲームの中で手に入るスキルカードは100種類以上にも上り、各階層を進んでいくことに新たなカードがデッキに追加され、次のフロアではまたランダムに配置され、プレイヤーはその都度状況に応じた戦術を考え、一手一手進めていくことになります。塔の各階層は個別に構成されており、装備やカードを拾うだけではなく、罠やボスモンスターといった脅威にも対処しなければならず、拾った装備は基本的にその階でしか使えず、次の階層には持ち越せないため、現状のカードでいかにやりくりするかが重要。フロアの間には装備カードを強化したり除去したりするチャンスもあり、プレイヤーは自分の戦略に合ったデッキを構築し、フロアを攻略していくことになります。また、アンロックで解放されるキャラクターは3種類。さらにゲームを進めることで強力なカードもアンロックされていきます。体験版も日本語だそうで、カジュアルで操作もシンプルながらに繰り返し遊んでしまうリプレイ性の高いゲームになっていました。ロスト・フォー・ソードは2025年4月16日リリース予定日本語対応の作品です。幽霊屋敷リノベーター。廃墟と化した幽霊屋敷を修復し、再び人が住める状態にするリノベーションシミュレーターです。本作は幽霊屋敷のリノベーターとなったプレイヤーが世界中の幽霊屋敷のオーナーから依頼を受け、様々な道具を駆使して幽霊を追い払い家を蘇らせるゲームです。ゲームは一人称視点で展開。まず屋敷を探索して壁の汚れを落としたりゴミを拾ったり古い家具を処分したりする撤去作業から始まり、そして見た目も住み心地も向上させるために床材や壁紙を張り替え、センスに応じてインテリアを整えていくことになります。しかし幽霊屋敷は通常の作業では解決できない問題が待ち受けており、屋敷内に潜む悪霊や不浄な魂を相手にするため、プレイヤーは魔法陣を描いて儀式を行い、聖水をまき、掃除機のような特殊装備で幽霊を吸い込むなど様々な手段を駆使して対応していくことになります。中には敵意のない幽霊も存在しており、動物霊と戯れたり話しかけて仲良くなることもできるようです。しかし全ての超常現象を完全に解決するのは簡単ではなく、どうしても対処できない怪異には大きな家具で隠すという抜け道も存在。プレイヤーの能力はスキルツリーを通じて成長し、壁紙の張り替え方から魔術の応用、幽霊とのコミュニケーション能力に至るまで多彩なスキルを習得することができ、スキルの選択次第では出会った怪異に正面から立ち向かうこともそっと隠してやり過ごすことも可能。一軒また一軒と物件を美しく蘇らせ、利益を得ながら新たな幽霊屋敷へと足を踏み入れていくリノベーションシミュレーター。体験版もありますが日本語には対応していませんでした。幽霊屋敷リノベーターは2025年4月16日リリース予定日本語対応の作品です。
ラスティラビット。中年ウサギが主人公な 2.5D の横スクロールアクションアドベンチャー。本作は氷河期を経て人類が地球を去った数千年後の未来を舞台に、進化を遂げたウサギたちが文明を築いた世界で、中年ウサギのスタンプを主人公に、人類が残した遺物をめぐるミステリアスな冒険が繰り広げられます。スタンプは日々ガラクタ集めと機械いじりに没頭していましたが、ある日探索中に遺跡の過疎へと落下し、古代の情報端末 DTAM を偶然発見。そこにはかつて生き別れした娘の記録らしきデータが残されており、それが彼の運命を大きく変えることになります。スタンプは自らの愛機ポンコツに乗り込み、娘の足取りをたどって広大な遺跡の奥地へと向かう旅を始め、その道中では雑貨屋のアメリアや工務店のジェド、バーテンダーのルーカスといった個性豊かな住民たちとの交流を通じて、ウサギたちの社会や歴史に触れていくことになります。拠点となるブラス村では、神父からの説教やダイナーでの情報交換といった日常的なイベントが用意されており、冒険の合間に世界の文化的側面を垣間見ることもできます。ゲームは探索、戦闘、収集を軸にした横スクロールのメトロイドバニアアクション。ステージ内ではブーストを駆使したスピーディーな移動や壁を掘る攻撃、張り付きなど多彩なアクションが用意されており、上下左右へと自由に探索することが可能。遺跡内で集めたガラクタは復元することで新たな装備や情報へと変化し、スタンプや愛機ポンコツの性能を強化することもできます。アクションの爽快感とともに家族との再会を目指すスタンプの切実な思い、そして人類の消えた世界に秘められた真実をめぐるアクションアドベンチャー。体験版も日本語で遊べるので気になる方はチェックしてみてください。ラスティラビットは2025年4月17日リリース予定日本語対応の作品です。バイオニックベイ。独創的な物理システムを利用した 2D パズルプラットフォーマー。本作は謎めいた古代のバイオメカニカルな世界を舞台に、プレイヤーは科学者となって危険な世界からの脱出を目指していくことになります。本作の特徴は重力操作や時間操作、そしてテレポートなど独創的な物理システムを駆使しながら複雑なトラップを回避して攻略ルートを切り開いていくことになり、時間操作では一定時間時の流れを遅くして高速で動くオブジェクトを回避したり、重力操作では画面を回転させて重力方向を変えてギミックを突破したり、そしてテレポートでは事前にマーキングした物体と自分の位置を入れ替えることで移動、防御、攻撃を行うことが可能。例えば火炎放射器が行く手を阻む場合は、重たいガラクタをマーキングしてその上で位置を入れ替え火炎放射器を破壊することができたり、起爆性のドラム缶の上で木箱と位置を入れ替えることで安全に起爆することもできます。ステージは多彩な環境が登場し、機械の配管の上や曲がりくねった木の枝などが広がっており、トランポリンのようにジャンプできる床や中を流れるように進める配管など、独自のギミックも多数用意され、プレイヤーはこれらの能力をうまく活用しながらステージ攻略を目指していきます。ゲーム操作も一般的な 2D ジャンプアクションと大きな違いはなく、アクションも簡単な操作で発動できるとのこと。さらにゲームモードにはオンライン要素も含まれており、スピードランに特化した競争型モードも用意されています。物理システムによる創造性と柔軟な思考力を駆使して様々な仕掛けやトラップを攻略し脱出を目指す 2D プラットフォーマー。体験版も配信されており日本語で遊ぶことができます。バイオニックベイは2025年4月17日リリース予定日本語対応の作品です。ルナリマスターコレクション。不朽の名作ルナシリーズリマスタータイトル。本作は1992年にメガドライブ用ソフトとして登場したルナ・ザ・シルバースターのリメイク作ルナ・シルバースターストーリーとルナ2エターナルブルーを収録したリマスタータイトルです。ルナ・シルバースターストーリーでは主人公アレスがドラゴンマスターを目指し仲間たちと共に魔法皇帝の野望を阻止する壮大な冒険を繰り広げ、一方ルナ2エターナルブルーでは前作から1000年後の世界が舞台となり、若き冒険者ヒーロが神秘的な少女ルーシアと出会い、女神アルテナを救うための旅に出る物語が描かれます。リマスター版ではグラフィックや音質が大幅に向上し、アニメーションカットシーンも鮮やかに再構成されています。特にワイドスクリーン対応により、現代のテレビやモニターに最適化された画像表示が実現。操作性も改善されており、戦闘アニメーションの速度調整やアイテム管理の簡素化など、快適なゲームプレイを楽しめるようになっています。さらにリマスター版では、リマスターモードとクラシックモードの切り替え機能があり、最新技術によるグラフィックや UI を楽しむことができる一方で、オリジナル版のレトロな雰囲気をそのまま味わうことも可能。懐かしさと新しさを兼ね備えた作品で、初めてプレイする方もシリーズファンも両方が楽しめる内容になっているようです。
ルナリマスターコレクションは2025年4月18日リリース予定日本語対応の作品です。ウィズダムアカデミー、魔法学校を一から築き上げる魔法学校運営シミュレーション。本作は中世の城を思わせる魔法学校を舞台に、プレイヤーは校長先生となって教室、実験室、寮、職員室などを自由に配置、拡張し、階段や廊下などを設置して部屋同士をつなぎながら自分だけの学校を作り上げていくことになります。この学校に通う生徒たちはそれぞれ異なる個性や能力を持っており、彼らの性格や適性を見極めながらどのようにスキルを伸ばしていくかはプレイヤーの裁量に委ねられ、成績管理や単位の取得の有無によって進級退学が決まり、学年に応じて生徒たちの外見も変化していくため、彼らの成長を見守る喜びも本作の醍醐味。そして卒業後に教師として学校に迎え入れることもできるため、思い入れのある生徒と長い関係を築くことも可能。一方、優秀な生徒を育てるにはそれに見合った教師の存在が不可欠となり、錬金術や防衛術、闇の魔術など多彩な専門分野を持つ教師を雇用し、それぞれ適切な教室を用意して指導を任せることになります。ただし教師たちにも満足度が存在し、これが低下するとトラブルの原因となることもあるので、時には交渉によって待遇を改善したり、職員の休憩室を整備したりと、職場環境の管理も校長の大切な仕事の一つとなります。また学校の上にはマナと呼ばれる魔法の木から湧き出すエネルギー管理が重要な要素で、マナの供給は一定周期で不安定になるため、備蓄を計画的に行う必要もあります。さらにゲームでは学校の運営だけにはとどまらず、外の世界とのつながりも描かれ、他校との出会いや交流、未知のダンジョンの探索、周囲の村との協力関係や時に対立、そしてファンタジー世界での冒険も用意されています。独自の魔法学校を作り上げる楽しさと戦略的な運営を楽しむことができる魔法学校運営シミュレーション。ウィズダムアカデミーは2025年4月18日リリース予定日本語対応の作品です。マンドラゴラ、ウィスパーオブザウィッチ3。メトロイドマニアにソウルライクな要素を取り入れたアクション RPG。本作はダークファンタジーの世界観で描かれるソウルライクとメトロイドバニア要素を融合させた 2.5D のアクション RPG。物語の舞台はエントロピーと呼ばれる謎の力によって徐々に崩壊しつつある荒廃した世界フェルドゥーム。この地では人類が怪物によって支配され、恐怖と未知の壁に隠れて細々と生き延びている世界。そしてプレイヤーは人類の希望を取り戻すため、光の裂け目を開き混沌の中への道を示す伝説のウィッチランタンを手に、現実世界とエントロピーの暗黒領域を行き来しながら恐ろしいモンスターやボスとの戦いを繰り広げていくことになります。ゲームは横スクロールで展開する 2.5D のアクション RPG。プレイヤーは両手武器と盾で前線に立つ銃戦士ヴァンガードや、遠距離から魔法攻撃を繰り出す術師スペルバインダー、そして毒を操る俊敏なラーセニストなど、それぞれが個性的な戦闘スタイルとスキルツリーを持つ6つのクラスを選択して冒険を進めていくことになります。これらのクラスのスキルツリーはクラスごとに構成されていますが、一部が連結しており、異なるクラスのスキルを組み合わせることで独自のプレイスタイルを構築でき、経験値を獲得することで新たなスキルを習得し、200以上のアクティブスキルのアップグレードを行うことが可能。戦闘はプレイヤーの腕前が試されるソウルライクアクション。スキルベースでの剣術や魔法を駆使して回避と防御を組み合わせながら立ち回り、それぞれが異なる攻撃パターンと弱点を持つ手強い敵と戦っていくことになります。また戦闘だけではなく探索面でも工夫が凝らされており、グラップリングフックを使って高所へ移動したり、地面を叩き割るスキルで隠された道を発見したりと、メトロイドバニア的な要素が随所に盛り込まれています。神秘的な生き物や魔法が織りなす幻想的なビジュアルで描かれたフェルドゥームの世界で、歯応えのある戦闘と広大な世界を探索していく 2.5D のアクション RPG。 マンドラゴラ・ウィスパー・オブ・ザ・ウィッチ3は2025年4月18日リリース予定日本語対応の作品です。ロストスカイズ。空に浮かぶ幻想的な世界を舞台にしたサバイバルアドベンチャー。本作は広大なオープンワールドで構成された大空を舞台に、何者かの襲撃によって大陸が引き裂かれた世界を取り戻すため、プレイヤーは神秘の力アトラスを駆使して隠された謎を解き明かす物語が描かれ、ソロプレイのほか最大6人までの協力プレイに対応しています。ゲームはスカイシップを建造し、空を飛び回ることをメインに、プレイヤーはグラップリングフックやグライダーを駆使して浮島を自由に探索する中で、古代文明の遺跡に隠された真実に迫っていくことになります。
スカイシップは単なる移動手段にとどまらず、プレイヤーの拠点であり戦いの舞台でもあります。エンジンや砲台、居住区や装飾パーツなどを組み合わせることで自分だけの船を自由にデザインすることが可能で、重量や形状によって船の挙動が変化するリアルな物理システムも採用されています。スカイシップの火力や耐久力、機動性といった性能をバランスよく調整しながら自分だけのスタイルに合った船を仕上げていくカスタマイズ要素はかなりロマンを感じさせてくれます。空を旅する中でプレイヤーは強風や嵐といった自然の脅威、島々を守るドローンや自動砲台といった敵に遭遇することとなり、そして時には巨大なモンスターとの空中戦も発生し、スリリングな戦闘が繰り広げられていくようです。島に到着すると三人称視点のアクションとしての探索が始まり、グラップリングフック、ハングライダー、ウィングスーツといったガジェットを駆使しての移動と銃撃戦やパズル要素を通じて遺跡の奥深くへと進んでいくことになります。探索を通じて得られるのは貴重な資源やアイテムだけではなく、各地の遺跡には過去の文明の痕跡や機械仕掛けの謎が残されており、それらを解き明かすことでアトラスの力の正体や文明崩壊の経緯が徐々に明らかになっていきます。謎解き、戦闘、飛空艇のカスタマイズ、仲間との協力など多彩な要素が融合したサバイバルアドベンチャー。ロストスカイズは2025年4月18日リリース予定日本語対応の作品です。エレクトロポップボクシングリーグ。ボクシングロボが戦う反オートバトルボクシング。本作の世界観はアトムパンクとエレクトロスイングというレトロフューチャーな雰囲気で描かれ、プレイヤーはメカニカルファイターと呼ばれるボクシングロボを組み立て、個々のパーツが持つ特性やステータスを緻密に考慮しながら自分だけのオリジナルファイターを作り上げ、パンチ力、スピード、ガード性能、持久力といった基本性能を組み合わせる戦略性とリズム要素を融合した戦いを繰り広げていくことになります。戦闘は反オートバトル形式で進行し、ファイターの基本的な操作や攻撃は後部に登場しているクルーメンバーたちが自動で担当する一方で、プレイヤーは戦闘中に流れる音楽のリズムに合わせて筋入力を行うことで強力な特殊攻撃アビリティを発動させることができ、さらに戦闘中クルーにトラブルが発生した際にはプレイヤー自身が即座に介入してファイターの機能を補助操作することが可能。バトル中には機体のパーツが損傷することもあれば、クルーメンバーが負傷することもありますが、ラウンドの合間に修復や回復させることができ、そしてメカのライフが尽きた際には10秒間の再起動カウントが始まり、タイムリミット内に復帰できなければ敗北となります。ゲームモードはキャリアモードをメインにシングルマッチや対戦モード、そして練習試合などがあり、プレイヤーがメカニカルファイターのマネージャーとなってデイリーミッションで資金や部品を獲得しながら新しいパーツやアビリティを手に入れ、ファイターをさらに強化し、試合を勝ち抜きリーグ優勝を目指していくことになります。体験版も日本語で遊べ、リズムゲームが得意な人には向いていそうな気がします。ロボット同士の戦いの状況を見ながらリズムよく適切なボタンを押すことになるので結構難しいです。エレクトロポップボクシングリーグは2025年4月19日リリース予定日本語対応の作品です。ライズ・オブ・リベリオン、千葉昇は竜の降る。世界一面白いアクション RPG を作るというコンセプトのもとに制作されたアクション RPG。本作はかつてフロムソフトウェアに在籍し、ダークソウル3の DLC の開発にも携わった経験を持つ灰高氏が講談社ゲームクリエイターズラボの支援を受けながら数年にわたって制作を続けてきたアクション RPG です。物語の舞台はかつて空を目指した竜たちが地罰と呼ばれる神罰によって絶滅した世界。そこでは大地に宿るエネルギーメイが信仰の対象となっており、それを操る戦士たちはメイナスと呼ばれ、プレイヤーはその一人となって侵略者に奪われた故郷を取り戻すべく神秘的な大地の島を舞台に熾烈な戦いを繰り広げていく物語が描かれます。戦闘は剣を用いた近接攻撃をメインとし、プレイヤーは敵のガードを崩しスタミナを削って隙を突くことで強力なアーツを叩き込むチャンスを狙いながら戦いを繰り広げ、敵がスタミナ切れの状態でアーツを命中させると地罰が発動し大ダメージを与えることが可能。一方でプレイヤー自身も無防備な状態になると同様の地罰を受けてしまう危険があるため、むやみに攻めるだけでは勝利することができず、防御や回避のタイミング、そしてパリやジャストパリといった技術を駆使してスタミナを温存しつつ敵を追い詰めていく駆け引きこそが本作の戦闘における最大の魅力となっているようです。さらに本作では操作の一体感やレスポンスの心地よさをリンク感として重視しており、緊張感と達成感が絶妙に交差する戦闘体験が味わえ、難易度は高めですが攻略を重ねて成長していく実感をしっかりと感じられる設計になっているとのことです。ライズ・オブ・リベリオン、千葉昇は竜の降るは2025年4月22日リリース予定日本語対応の作品です。
エスケープ・ザ・マッド・エンパイア。パーティーで挑むダンジョン探索ローグライク RPG。本作は崩壊した帝国の名残を残す終末世界を舞台に、プレイヤーは多彩なクラスの英雄たちを率いて混沌としたダンジョンを攻略していくパーティー制のダンジョン探索ローグライク RPG です。プレイヤーは13種類のクラスから個性豊かなキャラクターを編成し、それぞれのスキルや能力を駆使して自動生成される見下ろし型のマップを進みながらダンジョンを探索していくことになります。ゲームの進行はリアルタイムで展開しますが、時間を一時停止して次の行動を熟考できるタクティカルポーズ機能により、時間を止め攻撃やスキルを使用することもできます。キャラクターは2つの武器を状況に応じて切り替えることができ、近接戦や遠距離戦といった多彩な戦闘スタイルに対応。手に入る装備品はランダムな特殊効果が付与されており、攻撃力や防御力の強化だけではなく、スキルの使用条件が変わるようなアイテムも存在。さらに同じシリーズの装備を集めることで発動するセットボーナスなども存在するハクスラトレハン要素も楽しめます。ただしインベントリーには限りがあり、装備品ごとにスロットの占有サイズが異なるため、所持品の取捨選択も重要な要素。探索中には非常に強力ですが、精神的なリスクを伴う呪われたクリスタル製アイテムもあり、これらを装備すれば戦力の大幅な向上が見込める反面、使用者の狂気レベルが上昇し、パーティーの統制が取れなくなったり、最悪の場合には命の危険にさらされることさえあり、これらのリスクを管理しながら自らのビルドを構築していくことが本作の醍醐味。ダンジョンの攻略を終えると、プレイヤーは近未来的な拠点へと戻り、冒険の準備を整えることができます。拠点では施設の建設・拡張が可能で、アイテムのクラフトやスキルの強化、新たな仲間の勧誘などが行え、ゲームが進むにつれて新たな施設が開放されていき、プレイスタイルに応じた拠点のカスタマイズが楽しめます。体験版は日本語未対応でしたが、翻訳しながら遊んだら結構面白いゲームでした。ダンジョンを探索して強力な武器防具を見つけるトレハン要素が面白く、持ち帰った資源を使って拠点の強化や新しいキャラクターを雇ったりとやり込み要素も充実しています。エスケープ・ザ・マッド・エンパイアは2025年4月22日リリース予定日本語対応の作品です。ポストトラウマ。中年の鉄道員を描くサイコロジカルホラー。本作の主人公は白髪で小太り気味な中年鉄道員ローマン。彼はある日、奇妙で歪んだ異世界に迷い込んでしまいます。そしてこの異世界にはクリーチャーが跋扈しており、ローマンは家に帰るためにこの恐ろしい空間を探索し、脱出を目指していくことになります。ゲームは固定カメラ視点で展開。現代的なグラフィックや演出面でアレンジされながらも、往年のホラーゲームを思い起こさせるデザインになっています。異世界を探索する中でクリーチャーに遭遇することもあり、これに対してはダッシュで逃げ切るか、攻撃して立ち向かうことが可能。しかしローマンにはスタミナゲージが設定されており、むやみに動き続けるとスタミナが切れてしまうので注意が必要。また問題はクリーチャーだけではなく、探索中には鍵のかかったドアや様々なパズルが多く用意されており、プレイヤーは探索で集めた情報を駆使して自分の周囲に発生している事象を解明することになります。クラシックなホラーゲームをインスパイアしながらも、現代的なグラフィックや演出で再構築されたサイコロジカルホラー。ポストトラウマは2025年4月22日リリース予定日本語対応の作品です。ビホールダーコンダクター。全体主義国家を舞台にしたビホールダーシリーズのスピンオフ。あらゆるものが管理される全体主義国家を舞台に、プレイヤーは広大な国土を何日もかけて走行する長距離列車デターミネーションブリンガーの車掌となって、乗客一人一人を監視しながら列車内の秩序を維持しながらも、政府から極秘に与えられたミッションもこなすといった忠誠と任務、そして己の良心との間で複雑な葛藤を抱えながら物語を進めていくことになります。列車の乗客たちは実に多彩で、無賃乗車の一般市民から政府高官や富豪、さらには密輸業者まで、それぞれが異なる思惑を胸に列車に乗車していきます。時に乗客は涙ながらに状況を訴え見逃しを懇願するかと思えば、裏で賄賂を差し出して沈黙を買おうとする者も存在しており、プレイヤーは彼らの荷物を検査し、不審な行動を見極め、報告、脅迫、調査、追放といった国家から与えられた4つの手段を駆使して対応していくことになり、そしてその選択は乗客の運命を左右するばかりか、自らの社会的立場や評価にも影響を及ぼすことになります。列車内には一般車両に加えて、特権階級が集う VIP 専用車両や食堂車なども存在し、これらのエリアでは国家の中枢を担う人物たちが行き交う車両となり、プレイヤーはこうした場所にも立ち入り、監視対象を広げることで新たな情報を入手し、
不正や腐敗の証拠を抑え、そしてそれらを報告するかどうかの判断もまたプレイヤーに委ねられ、上司からの極秘任務に応じた行動を取れば報酬や昇進の機会が得られる一方で、裏道を選べば私腹を肥やすこともでき、その選択はプレイヤー次第。国家の命令に従いながらも個々の乗客と向き合い、時に正義とは何か、忠誠とは何か、そして人間らしさとは何かを深く考えさせられる監視アドベンチャー。体験版は日本語には対応していませんでした。ビホールダー・コンダクターは2025年4月23日リリース予定日本語対応の作品です。先行鬼人アスラ。画面の奥へと自動で進んでいく 3D シューティングアクション。さあ、懐かしさを感じる本作ですが、80年代から90年代のアーケードゲームに対する愛情を込めて作られたレトロな雰囲気と現代的な演出が融合した 3D アクションゲームで、プレイヤーは人型戦闘兵器アスラを操作して宇宙から襲来した侵略者たちと戦う壮大なミッションに挑むことになり、ゲームでは画面の奥へと自動で進んでいく疑似 3D の構成や派手な敵デザイン、さらにステージ内に配置されたポール状の障害物など、往年のシューティングゲームを思わせる演出が随所に散りばめられているとのことです。戦場は自然の広がる荒野から近未来的な都市部まで多岐にわたり、敵キャラクターも巨大ロボットやドラゴンなどアーケードっぽい敵が登場。操作はシンプルながらも奥深く、上下左右に機体を動かして敵の弾を回避しつつ、高速射撃や特殊スキルを駆使して戦う戦闘システムとなっています。そしてアスラはライトニングオーバードライブとシャイニングナックルという2つの特殊攻撃を備えており、ライトニングオーバードライブは画面下部のゲージを消費することで発動し、一時的に時間の流れを遅くすることができ、敵の弾幕をかわしやすくなるだけでなく、一気に反撃のチャンスを生み出す戦術的なスキルとなっています。一方、シャイニングナックルは近接戦で進化を発揮する強力な近接必殺技で、チャージを経て放たれるその一撃は重厚な演出とともに敵を一掃する爽快感を感じることができます。グラフィックや演出も非常に印象的で、現代の技術を活かしながらもレトロな雰囲気を再現し、アーケードゲーム特有の派手さや奇抜さが感じられる 3D アクション。体験版は日本語に対応していませんが、シューティングなので直感で遊ぶことができます。少し遊びますが、久しぶりの感覚のシューティングで、ちょっと画面酔いする人もいるかもしれませんが、爽快なハイスピードシューティングを楽しめます。先行鬼人アスラは2025年4月24日リリース予定日本語対応の作品です。ドールズネスト。荒廃した未来世界を生き抜くメカ少女カスタマイズアクション。本作は幾層もの装甲殻に覆われた巨大な人工建造物ホドを舞台に、プレイヤーは少女型機械外貨兵を操り、広大で複雑な空間を巡りながら限られた資源を求めて探索と戦闘を繰り広げていくことになります。ゲームは三人称視点のアクションシューター。外貨兵は武器や推進機構を備えた少女型機械で、プレイヤーは入手したパーツやアイテムを使って自由にカスタマイズが可能。攻撃方法は装備に応じて変化し、ジャンプや滑空、ブースト移動といったリアルなアクションが楽しめる一方で、これらの行動は全てエネルギーを消費する仕組みとなっており、エネルギーを使いすぎるとオーバーヒート状態に陥り、一時的に行動が制限されてしまうため、リソース管理が重要となります。探索のメインとなるホドの内部にはエリアごとにボスや強力な敵が待ち構えており、プレイヤーは未踏のエリアを切り開きながら進んでいくことになり、探索の途中では新たなパーツが見つかることもあり、それによって機体の能力や戦術が変化するなどカスタマイズの自由度が高く、戦略に応じて機体構成を調整しながら挑む戦闘は緊張感と達成感を感じることができます。荒廃した未来世界は無機質でありながらも、どこか幻想的なホドの構造、そしてその中に点在する謎めいた装置や機構の数々。プレイヤーは探索を通じて徐々にこの世界に隠された真実へと近づいていくことになります。ドールズネストは2025年4月24日リリース予定日本語対応の作品です。アンドレッドライン最終防衛学園。極限状態に置かれた少年少女たちの絶望と戦略が交差する100日間を描くアドベンチャーシミュレーション RPG。本作の舞台は外界から遮断され、人工の光によって昼夜が管理されている住宅複合施設東京団地。しかし平穏に見えるこの街では突如としてサイレンが鳴り響き、人々が避難を強いられる異様な光景が日常となっている世界。そして東京団地で平穏な日常を送る主人公の高校生隅野匠は避難中に廃校のような場所へ迷い込み、そこで遭遇した謎の存在試練に特別な力を与えられる代わりに自らの胸に刀を突き刺すという過酷
酷な選択を迫られ、この選択が彼の運命を大きく変えることになり、その直後、最終防衛学園へと転校させられ、学園を守る使命を負うことになります。ゲームの目的は15人の学生たちが協力して学園を100日間守り抜くこと。ここに集められた匠を含む15人の学生たちは、それぞれ異なる能力、得意科目を持ち、新校生と呼ばれる敵から学園を100日間守り抜くことを強制されていくことになります。物語全体において極限と絶望がテーマとして色濃く反映されており、従来シリーズ通りキャラクターはそれぞれがかなり個性を持つ者たちが登場し、様々な思惑や思いがぶつかり合う中で物語は展開していきます。ゲームはアドベンチャーパートとシミュレーションバトルパートに分かれており、アドベンチャーパートでは学園内で仲間と交流し絆を深めたり、外の世界の探索で得た素材を使ってプレゼントを作成することも可能。こうした要素はキャラクターの成長や物語の分岐に影響を与え、プレイヤーの選択次第でエンディングが変化するマルチエンディングシステムとなっています。一方バトルパートでは学生たちが学力灯を心臓に突き刺し、クラスアーマーをまとい単性シミュレーションで敵を迎え撃ち学園を防衛していくことになります。戦闘は AP アクションポイントを使った単性シミュレーション。キャラクターは AP がある限り同じキャラクターが続けて行動することも可能で、しかし行動するために AP が減少し、再度行動すると疲労状態となり攻撃はできるものの移動範囲が狭くなるというシステム。また敵を倒したりダメージを受けたりするとボルテージゲージが上昇し、このゲージを消費することで必殺技を使えたりもします。体験版も配信されており、約1000件のレビュー評価は 95% 圧倒的に好評と期待できそうな感じになっています。遊んだ感じは物語重視のシミュレーション RPG っていう感じでしたね。物語はほぼ触りの部分だけで、登場キャラクターも15人全員は登場しなかったです。予想してたよりもシミュレーション要素が面白く、少数の味方ユニットで大量の新構成と戦うといったラストスペル的なバトルが展開していきます。キャラクターの基本攻撃はそれぞれ距離や範囲は異なりますが、全員範囲攻撃となっており、中型の敵を倒すことで AP が1回復したりするので、敵の配置やボルテージの溜まり具合などを考えながら戦っていくのはね、面白かったです。ハンドレッドライン最終防衛学園は2025年4月24日リリース予定日本語対応の作品です。クレール・オブ・スキュール・エクスペディション33。美しいビジュアルと革新的なゲームシステムが融合したリアルタイムアクション単性 RPG。本作の舞台はフランスのパリの芸術や建築から影響を受けたベルエポック風のアートスタイルで描かれる謎に満ちた世界ルミエール。この世界では年に一度目覚めては呪われた数字を巨大なモノリスに刻み、その年齢の人々を煙にして消し去るペイントレスが脅威となっている世界。そしてペイントレスが描き出す呪いの数字33が刻まれた年、主人公ギュスターブ率いる第33遠征部隊が過去の遠征隊の足跡をたどりながらペイントレスという謎の存在に立ち向かう旅を通じて、呪いの起源やペイントレスの真相を探るだけではなく、隠されたクエストや仲間たちの絆が描かれる壮大な物語が展開されていきます。本作の特徴となるのはリアクティブ単性 RPG と呼ばれる斬新な戦闘システム。基本的には単性バトルをベースとしながらもリアルタイム要素を取り入れることで緊張感と没入感のある攻防が楽しめ、プレイヤーは敵の攻撃を回避、バリー、カウンターといったアクションでリアルタイムに対処するだけではなく、攻撃時にはチェーンコンボやフリーエイムで弱点を正確に狙うこともできます。さらにリズム攻撃システムと呼ばれるスキル強化の仕組みも搭載されており、プレイヤーの熟練度に応じた戦略性が求められる一方で、試行錯誤を重ねることで徐々にシステムに慣れ成長を感じられるゲーム設計になっているとのこと。またキャラクターカスタマイズの自由度も特徴の一つで、各キャラクターには独自のステータス成長やスキルツリー、装備、シナジー要素が備わっており、プレイヤーはそれらを組み合わせ自分好みの遠征隊を編成することができます。そしてトレーラーを見ても分かるように、アンリアルエンジン5による圧倒的なグラフィックで描かれる光と影の劇的なコントラストを巧みに表現しており、キャラクターの表情や動作には細部までこだわりが詰め込まれ、壮大な風景が広がり、困難な地形や巨大な裂け目を乗り越えていくダイナミックなゲーム体験を感じさせてくれそうです。クレール・オブ・スキュール・エクスペディション33は2025年4月24日リリース予定日本語対応の作品です。違う星の僕ら。二人協力プレイ専用のパズルアドベンチャー。本作は人気パズルアドベンチャー違う冬の僕らの後継作です。本作の舞台はかつて滅びた地球で、わずかに生き残った人類が石器時代から文明を築き直し、ついには宇宙まで進出した未来の世界。
人類は遠く離れた惑星への探査計画を進めるが、到着には数百年を要することとなり、その過酷な任務には死刑囚たちをクルーとして採用。そして物語は探査船の故障によって見知らぬ赤い惑星に不時着してしまった二人の死刑囚を主人公に、何としても地球へと帰還しなければならない理由を胸に、互いに協力しながらも、それぞれが相手に知られてはならない目的を抱えながら、脱出の道を探っていくことになります。プレイヤーはこの二人のクルーを操作し、異なる端末を通じて互いの画面に映る情報を伝え合いながら謎を解いていきますが、ただの協力だけではとどまらず、プレイヤーそれぞれに与えられた秘密の目的に加えて、新たに実装された押すというアクションにより、プレイヤーは相手を突き飛ばしたり、場合によっては崖の上から突き落としたりと妨害を行うことができるなど、純粋な協力だけではなく、互いに疑念を抱きながら進む思わぬ展開が待ち受けるプレイ体験が待っているようです。体験版も日本語で遊べるので気になる方はチェックしてみてください。違う星の僕らは2025年4月25日リリース予定日本語対応の作品です。はい、こっからは日本語未対応の作品の紹介です。バイキングフロンティア。バイキングのリーダーとして生き抜くオープンワールドサバイバル。本作は不運な出来事により見知らぬ海岸へと漂着した主人公がバイキング一族のリーダーとなって新たな土地で村を築きながら資源や食料を獲得し、クラフトを通じて様々なアイテムを作り出し、一族の繁栄を目指す物語が描かれます。ゲームは一人称視点で展開。プレイヤーは村人たちに農業や漁業、家事などのタスクを割り振り、法律を制定しながら村全体を管理していくことになります。また平穏な日常を維持するだけではなく、時折襲撃してくる敵に対して防衛戦略を練る必要もあり、戦闘を指揮することで村の安全を守る戦いに挑むこともあります。また多彩なクエストやランダムに発生するイベントが用意されており、プレイヤーの選択によって物語の展開が大きく変わることも特徴で、例えば伝統的なバイキング文化を守るのか、それとも新しい価値観を受け入れるのかといった選択が村の未来に影響を及ぼしていくことになるようです。さらにプレイヤーはクラフトや建築を通じて過酷な自然環境を生き抜くための基盤を築き上げ、一族として集落を発展させていくことになり、最終的にはヤールと呼ばれる名誉ある称号を得るために一族全員からの信頼と尊敬を勝ち取ることが目標となります。バイキングフロンティアは2025年4月24日リリース予定日本語未対応の作品です。プライベートミリタリーマネージャー。民間軍事会社を運営し、部隊を指揮して数々のミッションに挑戦するシミュレーション。本作は政府や警察が腐敗し、麻薬カルテルや反政府勢力が台頭する混沌とした世界を舞台に、プレイヤーは民間軍事会社の経営者となって優秀な傭兵をリクルートし、彼らを訓練して装備を整えながら困難な任務に挑むことになります。戦闘はオートバトルで進行し、プレイヤーが事前に立てた作戦に基づいて傭兵たちが自動的に行動するゲームシステム。ただしリアルタイムで指揮を出すことも可能で、その場の状況に応じた戦術を考える必要があるため、プレイヤーの決断がゲームの展開を大きく左右することになります。本作日本語未対応ですが、体験版は日本語に対応しており、ストーリーモードのほかミッションを選択して自由に遊べるフリープレイモードが搭載されています。もしかすると近いうちに完全日本語対応するかもしれません。プライベートミリタリーマネージャーは2025年4月28日リリース予定日本語未対応の作品です。はい、今回は2025年4月下旬にリリースが予定されている面白そうな作品を紹介しました。気になる作品はあったでしょうか？さあ、今回の大注目はクレールオブスキュールエクスペディション33でしょう。ちょっとね、必要スペックが高いところがネックな感じでしょうか。今回は以上となります。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日でありますように、次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。